大学へ行ってもしょうがないと堀江さんがよくお話しされていますが、そこそこの頭で授業など失敗した後のことを考えると親として後押しできません。そこで大学へ行くとしたら、どんな学部や専門を勉強するのがこれからの時代を必要です。大学で勉強なんかしてるやついないから、日本の。って僕は思うんですよ。そもそも大学って高等教育機関なんですね。いいですか？頭いいやつが行くとこなんですよ、大学って。頭悪いやつは行っても意味ないんですよ。で、いいですか？大学っていうのはそもそも昔はネットとかなかったんで、頭いい人たちが集まって、頭いい人同士が対話とか議論をすると、新しいアイディアとか、新しい発明とか発見が生まれてくるんですよ。僕も頭いいやつと話してると、めちゃくちゃいろんなことが出てくるんですよ。俺は今それを LINE グループとかでやってるんですよ。スラックとかでやってるんですよ。会う必要ないんですよ。大学はもう LINE グループでいいんですよ。極論、いや、もともとほんとケンブリッジとか、そういうイギリスのね、ケンブリッジとか、そういう大学ってもともとそうやって頭のいい先生のところに生徒が集まって話を聞いて、こんなことした方がいいんじゃないかとかっていうことを頑張ってやっていくための場所だったんです。だから物理的に場所が必要になって大学って発展していったわけですよ。じゃあそもそもは何だったか。頭いい人同士が議論ができりゃいいんですよ。だから LINE グループでいいんですよ。頭いい人たちって新しいツールとかすぐ使いこなすんで、だからもう頭いい人たちはそれやってんですよ。例えばコンピューターのプログラミングとかそういったシステムを作るのが GitHub っていうのがあって、GitHub でコードで会話をしてるんですよ。プログラミングのコードがバーって出てくるんだけど、コードでここ直した方がいいんじゃないかとかっていうことをもう半自動的にやってるわけですよ。言葉すら交わしてないんですよね。頭いい人ってそれはできるんで。だから例えば、東大の松尾先生っていうね、AI のすごい松尾豊っているんだけど、松尾豊さんは2010年にディープラーニングっていうのの論文が出たわけですよ。カナダのトロント大学の先生が発明したんですけど、それ見て、すごく近いことをやってたんで、すぐに理解して、彼は AI の権威になったわけですよ。ニューラルネットワークを彼も研究してて、いいところまで行ってたんだけど、ディープラーニングのアイディアまでには至らなかったんだけれども、すぐ近くにいたんで、すぐ理解して、これすごいことになるって言って、頑張ってやったんですよ。だから、本当に頭悪いやつ、大学行ってもマジ意味ないですよ。先生に教わらなければいけないようなやつっていうのは、大学行かなくて行っても意味ないんですよね。だからそもそも論をすると、この人は、多分この親の子供は大学に行く意味はあまりないかもしれない。自習できるもん、今。昔は、例えば大学行くって図書館とかあるわけです。今でもあるんだけど、図書館に行かないと読めない本がたくさんあったんですよ。で、論文もネットで今検索できるけど、昔は僕が大学に行った頃ぐらいは、大学図書館行って借りて読まなきゃいけなかったんですよ。めちゃくちゃめんどくさかったんですよ。今や、世界中のいろんな言語で書かれた論文が自動翻訳されて読めるわけですよ。大学行く意味ないじゃん。マジで。って思います。ほんと意味ないと思う。だから大学に行くレベルの学力を持ってる人っていうのは自習ができます。自分で調べる能力がある。自分で調べて、で、わかんないことが出てきたりとか、もっとこうしたらいいんじゃないかみたいな、別に LINE グループでも Slack でも GitHub でも何でもいいんだけど、そういったところでできるんですよ。だから行く意味ないよねってやっぱり思ってしまうっていう。そうじゃなくて、頭あんま良くなかったら、大学行ってる場合じゃないよね、逆にね。稼ぐ能力とか、さっきも言いましたけど、例えば測量とかをやったりしたら、建設の現場でめちゃくちゃ給料もらって働けるよね。建築士とかね。もうすごく今需要あるんじゃないですか。いわゆる手に職をつけるっていうか、そういったことを考えた方が僕はいいんじゃないかなと思います。行くだけの本当お金もかかるしね。めちゃくちゃ金かかるんですよ。今の大学って。これも今ね、政治家の裏金問題みたいな叩かれてて、で、政治家の政治資金団体は、あれ、子供とかに寄付することによって無税で引き継ぐことができるんです。相続税かかんないんですよ。安倍元首相の奥さんの安倍昭恵さんが旦那の政治資金団体引き継いだみたいな話で結構批判されてたりとかしましたけど、無税でね。同じように学校法人も無税で引き継げるんですよ。例えば、裏金でも叩かれてた世耕弘成さんって自民党の参議院の幹事長やってた人がいるんですけど、この人の一族は近畿大学っていうところの創業者一族なんですね。今でも世耕弘成さんが理事長なんですよ。近畿大学の。学校法人近畿大学は世耕さんの息子さん、子供さんがいたらとしたらそこに無税で引き継がれるんですよね。
だからみんな大学を作って、エフラン大学とか何のために作られてるかっていうと、そのためにやってるんだよ。だから学校法人がこんなにたくさんできてるんですよ。でそんなもののためにあなたたちはそれの養分になるわけですよ。お金持ちの学校法人のオーナーの養分。僕は養分でしかないと思ってます、マジで。なんでちょっとどうなのかなって。ただみんなやっぱり養分になりながらそこに学生がたくさんいるんで、そこに僕もアプローチをせざるを得ないんだけれども、マジでアドバイスをすると金と時間の無駄だからマジでやめた方がいいよって、マジアドバイスをするとそうなんですよ。でも僕の言うことを信じられないんだったら別に信じなくていいです。困るの皆さんなんで。僕は大場心からアドバイスをさせていただいてますし、全く僕のポジショントークでも何でもないんで、別に皆さんが大学行こうが行く前が、僕は全然損も得もないんで、儲かるのは学校法人だけっていう、もうそれだけの話なんで、あとは勝手にしてくださいと。僕の言うことを信じないんだったら信じないで別にいいっすよっていうようなスタンスですね。もう何回も言ってんですけど、みんななんか自分が納得しないとみんな行動を起こさないんで、でも別に僕は納得なんかしてたら、てか、そんな自分の能力過信してませんかみたいな。僕の意見と自分の意見が違っていて、僕が言ってることが納得できるまでその行動をしないってことは、僕のことをバカにしてるってことでしょっていう。僕は間違ってると思ってんだったら、じゃあいいよと。俺の話なんか聞くなよっていう感じなんですよ。いいですか？はい。ありがとうございます。